こんにちは、さゆりです。今回はジャズピアニストの山田亮さんと怠け者について話しています。これは怠け者です。辞書で a lazy person は怠け者とあります。でも実際にはあまり使いません。私のイメージで怠け者といえばこの子です。理由は会話動画の後に説明します。最後まで見てくださいね。それではどうぞ。そう、それで一つ質問があるんですけど、うん、日本語で怠け者って言ったら何を思い浮かべますか？やっぱこっちですか？それとも何ですかね。怠けた人を思い浮かべますか？でも人に対してもし怠け者っていう言葉を使うとしたらすっごい強い意味になりますよね。そうですよね。だからパッとまず浮かぶのは普通動物かなと思いますけど。英語の lazy person のうん、あの当てはまる言葉があんまり日本語になくっていつもあ困るんですよ。なんて言ったらいいと思いますか？日本語会議。それ難しいですね、確かに。なんだろう、今日宿題できなかった。私はレイジーパーソンだからって言いたいときは、なんて言うんだろうと思って日本人は。多分まじ、他の言い方するか。真面目じゃないみたいなこと言ううぐらいん。の感じなんかな。不真面目。不真面目。ちょっと意味ずれちゃうけどね。そうそう。うで、ん。私が英語を全然勉強中の時にうん。外国人の同僚に「私は怠け者だから」って言われて、なんかこっちを思い浮かべたんですよ。そんなことないよみたいな。それではないね。これではないよと思っそて。れではない。でもなんかそんなこと急に言われたらこっちを思い浮かべますよね。そうだね。面白いね。うん、レイジはよく使うんですか？結構英語では。そうそうそう使いうーますね。ん。怠けたい気持ち。でもそれもなんか直訳した日本語、なんか I feel lazy とかだと、うん。なんていうんですかね、まあめんどくさいとかっていう訳がああ。多いですけど、やっぱり状況によって、うん。何もしたくないとか、うん。だらけたいとか、なんかそういう違う言い方をすると思うーいます。うん。ん。面白いね。うん、そうな、そう。怠け者は面白いね。そうそう。でも思いません？急に私は怠け者だからって言われたらこっちですよね。そう。うん。ほんと、そういうニュアンスのこととか考え始めると語学って難しそうですね。僕も英語を学んでるんですけど、うんうん。それこそ辞書の対応する意味みたいなのはわかるけど、微妙なニュアンスってそうやってきっと大事なんでしょうね。うん、そうですね。本当に難しい。あとそのレイジーをやっぱ辞書で調べると怠けたとか怠惰なとかうん。怠惰だなんていつ使うみたいな。今日私怠惰な気分なんだよねっそうて。 そうそう。あんまり使わないなと思って。使わないね。なんかそうだいぶいう、硬いですね。そうですよね。なんか物語とかで、まあ、怠惰な態度を取ったとか、うん。まあ、ちょっとまあ分かるっちゃ分かるけどうん。書き言葉かな。お疲れ様でした。英語の辞書で lazy の意味を調べました。一つ目ですね。一つ目は料理するのめんどくさい。料理するのめんどくさい。料理するのだるい。時間や体力がなくて料理したくない。あとは something する気が起きない。例えば料理する気が起きない。勉強する気が起きない。洗濯する気が起きない。よくありますね。料理する気起きない。勉強する気起きない。洗濯する気起きない。起きる気起きない。ちょっと変かな。そのように使います。二つ目の面白いですね。I'm very lazy by nature. はい。これは、まあ私生まれつきめんどくさがり屋だからとか、生まれつきだらしないとか、もともとめんどくさがり屋、もともとだらしない方
とか、そのように使います。次は、ビーチで日光浴しながらのんびり過ごす。もしくは、ビーチで日光浴しながらゆっくり過ごす。という風に使います。最後なんですけど、これは結構翻訳するのが難しいです。そのものによって違いますね。例えば、cooking、lazy cooking とかだと、手抜き料理。手抜きっていうのは手を抜く。たくさん順序、たくさんプロセスがあるものをカットします。手抜き料理。私は昔ピザの動画を作ったんですけど、ピザの生地を作らずに餃子の皮でピザを作りました。それは手抜き料理です。でも他の人にそれは手抜き料理ですねって言うと結構失礼なので、誰かが自分に作ってくれた場合には絶対に使えません。自分で作った時とかに手抜き料理ですとかは大丈夫です。そして似たような言葉でズボラ料理、ズボラ飯というのがあります。これも手抜きと同じで、例えば料理をするときにテーブルスプーンのことを大さじって言うんですけど、大さじで測らずにもう適当に目分量、自分で見た量だけで作ったりする料理のことをズボラ料理と言ったりします。適当な感じがズボラですね。私も結構ズボラな性格なので、あまりきちんとしないんですけど、そういうことを言います。ズボラ料理ですね。あとは時短料理。時短料理っていうのは時間を短くした料理のことです。はい。だからこの lazy cooking を日本語にするのはニュアンスが全然違うので、とても難しいですね。なので、その状況に合わせて適切な言葉を選んでみてください。今回ちょっと最後難しかったんですけど、いろいろな言葉がありますが、ニュアンスがそれぞれ違います。また、何に対して lazy なのかによって言葉が変わります。だから、辞書そのまま lazy イコール怠け者もしくは怠惰なというふうに覚えたら不自然な日本語に聞こえます。そしてあまり英語ほど日本語で lazy という場面があまりないかな？はい、いかがでしたか？役に立ったと思ったら、like とサブスクライブ、高評価とチャンネル登録をお願いします。めんどくさがらないでくださいね。which means、don't be lazy, please. では、また次の動画で。バイバイ。